はいさあ、かなさん、はい、2025年も残りわずかなんですけれども、はい、今年のプチ沖縄トラベラーラストでございます。わあ、早い、あっという間でした。本当に早いです。年を取れば取るほど早いです。わかるわかる。ですけど、今年もいっぱい行ってきましたね。そうなんですよ。久高島とか海風テラスとか、南城市のガンガラの谷、あと那覇でフランス特集っていうのもねやりましたしね。そうですよね。はい、そしてね、6月から、月2回の放送になったのでね、もう行く場所を取ってる本数も増えたからなおさらいろんなところに行ったもう気持ちになってますね。まあいろいろね行ったといえば、バンソンさんは石垣島に行って放送も3回に分けてねお届けしましたんでね、そうなんです。羨ましいなって思ってましたよ。行ってきたばっかりです。一人で。そういいな。そうなんです。予算の関係でということなんですけども、ほら今回は石垣島の旅はもちろん振り返りますし、1年の旅など盛りだくさんの思い出だったりを話したいと思います。はい、それでは早速いきましょう。せーの、レッツゴーヤー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。さあ、プチ沖縄トラベラー2025年ラストなんですけれども、今回はいろいろと1年に振り返るんですが、まずはね、もう一番キンキンに一人で行ってきた石垣島、かなさん見ましたか？もちろんですよ。いやー、楽しそうだった。まずは景色ですよね。もう絶景で。バンソンさん、カヤック体験してたじゃないですか。そうなんです。で、インストラクターの方に漕ぎ方も褒められてましたよね。そうなんです。もう乗って秒でなんか上手ですね。そういや、感覚でやってます。いや、感覚ではとかって言われて、ましてこれ知らなかったけど、もう朝こう到着するときに飛行機から川の上を通っていっぱいちっちゃいドットがあったのが、後になって考えれば、あ、これカヤックの人たちだったんだっていうことを飛行機からで見れて、ちょっと映像でも見れたんですけれども、きっと僕が漕いでた時間でも飛行機に乗ってた人たちは上から僕が見れてたかもしれないほぼ貸し切り状態だったんで、点が2つぐらいだったかもしれないですけど、そこもまた面白かったけど、あれはね、もうすごかった。マングローブももちろんなんですけど、洞窟のあれね、この緑石灰岩に反射してるこの水に当たった光がこう光の波を緑石灰岩に売ってる感じ、あれは幻想的で素晴らしかった。本当に夢のようで、あの景色はなかなかないっていう感じでしたね。確かにそうですよね。で、あとは八重間村のアイドルですよ。おばあちゃん。はい、出会いましたね。おばあちゃんはもうパワフルだったね。パワフルで、もう皆さんっていう、それもね、本当に映像でお見せできたのはわずか一部なんですけれども、おばあちゃんずっと拍手が足りない、声がちっちゃいとかって、誰か来てとかっていう感じで、そこから3日目、サンゴ村とシュノーケリング。あ、そっか。見ましたか？はい、もちろん。あそこ行ったことがなくて、私。白穂ですか？はい、白穂。そうなんです。実は石垣空港から非常に近いんですけれども、ちょっと南に行ったところではあるんですけれども、本当にね、北半球の青サンゴが一番多いところだったりとか、あとこのサンゴ村っていうのはね、もともと WWF のところが今夏パナさんが引き継いでる感じなんですけれども、学童としても使われたりとか、このパネルでこのやっぱり海の文化っていうのは、この海の文化がその地元の伝統にどう入っているかって見れるのはすごい貴重だなと思いました。これやっぱり行事の中だったりとか、ちょっと学びの場っていうのがね、なってるんですね。そうなんです。もう海と言ったら海に入るだけではないですよ。やっぱり海の勉強をする、何が大切、どうやって守る、何を気をつければいいとか、今回ね、いろいろ紹介していただいた活動の中で本当に些細なことから気をつけるのはすごく大事っていうことで、赤土もそうなんですけれども、日焼け止めだったりとかいろんなものをね、個人レベルでそんなに負担なく気をつけれるものもあるし、それがすごく勉強になった上で入ったじゃないですか、海に。はい、あ、そう、シュノーケリングね。シュノーケリング、これね、ちょっと裏話その1。何？すっごい時間がなくて飛行機が20分しか入ってない。そうなの？それでもう死に狂いで
泳いで死に狂い死に物狂い。死に物狂いでもう一生懸命入って急いで、でもお魚たちもいっぱい見れたし、もう青サンゴではなかったけれども、素敵なサンゴもいっぱい見れて、青いお魚いましたね。いっぱいいた、いっぱいいた。結構すごいみんな同じ岩の周りに群れてて、それびっくりしたのはナマコの数。そうなの？ナマコいっぱいいた。もうこんなナマコ見たことないぐらいナマコの国だった。ナマコの海みたいな。ナマコのなんか森。でもやっぱバーソンさんのことだから、もっとなんか未公開シーンとか旅の裏話とか絶対あるでしょ。よくぞ聞いてくれました。もちろんそれがいっぱいありますよ。実は1日目の終わり、このね実際夜景を見ながらで終わったんですけれども、違うのを予定してたんですよ。星空ファームっていうところなんですけれども、石垣はねやっぱり全国で一番星空が有名として、そこでエンディングを撮りたかったんですが、天気がまあまあだったため曇りで行ったのは行ったけど、もう星一つ見えずそうだったんですか。ただの真っ黒い画面でしたカメラを通して。ちょっとねせっかくですからここで見れなかったこの星空ファームさんを紹介したいと思います。写真も提供していただいたので、バーソンが見れなかったものを映像を見てぜひ一緒に想像で見ましょう。わーすごい、こんな素敵な星空が今見れててって見れなかったんですけれども皆さんお写真でお楽しみくださいね。石垣島星空ファームは世界屈指の星空環境を有する野原岬に位置し、360度全天見渡せる天然のプラネタリウムです。石垣市街地からは車で30分、石垣空港からは15分、次回リベンジ。そしてね、今回の旅で忘れちゃいけないのは、たくさんのご協力をしてくださって、今回の旅を可能にしてくれた素敵なホテル、アートホテル石垣島。石垣島の中心地にあるアートホテル石垣島は、繁華街や離島にも行きやすいホテルで、無料駐車場がありレンタカーにも便利ですが、ホテル前に、泊まる路線バスを利用すると島のあちこちへも遊びに行けます。またね、ホテルのツアーデスクでは今回のようなマングローブカヤックやさまざまなアクティビティも紹介しています。そして大事なのは食べ物です。沖縄料理がたっぷり並ぶ朝食ビュッフェや、忙しい朝にテイクアウトできるコーヒーショップ、石垣島の第2ブランド牛、石垣牛と三崎牛を食べ比べできる焼肉レストラン、また一日の終わりに絶景を望む最上階のスカイバーカプリコーンで極上のカクテルを楽しんだり、超軟水の大浴場で一日の疲れを癒すなど設備も充実しています。1階ザ・アートショップギャラリーでは島のアートや文化の企画展を常時開催するほか、各ショップでお土産選びも楽しめ、夜は無料の島唄ライブを毎日楽しめます。繁華街から近いとはいえ少し離れた静かな場所にあるので、落ち着いたお部屋でのんびり過ごすことももちろんできます。皆さん石垣島を訪れる際、ぜひご利用ください。さあ、石垣島の旅、一人旅にね、たくさん振り返りましたけれども、2025年他のロケにもたくさん来ましたよね。そうなんですね。母さん、印象的なのはどこでしたかね。選べない。もうそれぐらいたくさん行きましたよね。だって最初の新年から行った久高島もうやっぱり新年だからこそ久高島、ここで1年にね、こう洗礼されるっていうか。あとはやっぱ私福州園をロケで初めて行ったんですよ。そうなんですよ。長野中心地にあるのにあんな素敵な場所でなかなか皆さん行かれないし、しかも、ね、入場料も割と安いお手頃ですので、あれ本当にねもう 1,2 時間ぐらいで回れるし、夜だとまたライトアップが綺麗だし、沖縄の文化ではないけれども、まあなかなかね旅した気分になれるところなんで。本当ね、実際の福州にね行った
ったような感じになそうなんってです。もうミニチュア化したものですからね。そうでもう気に入ったんで母も連れて行ったんですよ。あロ行ったんですケのか後そうあ、マジですか。そうそれで一緒に写真撮ったりとかして、また楽しんで本当にお気に入りの場所になりました。嬉しい嬉しい。いろんな人におすすめだよっていっぱい言ってる。よかったですよかったです。でね、ここでね、実はね、未だに信じられないことがあるんですけど、今年のロケに関しての、はいはいとある一本。はい。このね、番組作って後日 YouTube に出していつも告知用にショート動画も作ったりするんですよ、はい1分から3分ぐらいの、ショート動画は YouTube にも出したりするんですけれども、他の SNS だったり TikTok だったり出すんですよ、はい、今年のロケの中で、とあるこのショート動画がなんと TikTok で44万再生までいったんですよ。だいたい2,3000再うまくいって2,3000再生いったりとかっていう感じなんだけど、1本だけ44万だって桁が違うんですよ。44万。もう何があったかわからない。いやすごい面白い回だったし、すごい素敵な場所なんですけれども、なんでここまで極端にっていうことがすごい謎で、さあ何の回でしょうか。海かじテラス。そうです。おそうなんです。海かじテラスのショートがなんと44万再生いってて、うわどうしたのどうしたのってそれこそめっちゃウキウキして、どうしたのどうしたの、もう全世界デビューみたいな夢があったのが、まあ他の動画はその後別に同じく伸びた動画も二度と出てこなかったけど、また500から2,3000までの間を行ったり来たりするんですけども、これだけは海かじテラスあれですよね、ホワイトデーあたりに行ったので、そこら辺で多分ラブとか愛とかカップルとかそういう言葉をキーワードにいっぱい入れたから、デートスポットとかじゃない？そこに引っかかった。沖縄のデートみたいな感じで。沖縄デートスポットに改名する番組をじゃあ毎回44万再生狙う？さあ来年ね、まずは新年一発目1月2回に分けてすっごい企画を歩きますよ。それも素晴らしいゲストを久しぶりにお呼びして3人で回ります。早速お呼びしましょう。ノアさん。はい、皆さんこんにちは。バンソンさんと一緒に那覇観光アンバサダーとして活動しています浜田ノアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもね那覇観光アンバサダー一緒に頑張ってるんですけれども、カナさんとは初めてでしょ。そうなんです。初めましてお会いしたかったです。よろしくお願いしもうます。大先輩ですよ。大先輩ですよ。バンソンさんのもう一人の相棒ってことですよね。そうなんです。もう今日もね両手に花ということなんですけれども、さあどんな素晴らしい企画を3人で回るのかな。はい、那覇ミステリーワールドという素敵な企画で謎解きを通して那覇の文化に触れ、今まで知らなかった沖縄の一面を知ることができる周遊型のリアル謎解きゲームです。そこで知らない那覇を再発見できたり、フォトスポットの撮影や那覇グルメも楽しめるんですよ。いいですね。謎解き。大丈夫かな。ね、大丈夫かな。いけるかなっていうね。いけるかな。でも噂によるとなんとかなさんは経験しました。もう体験済みです。なので私についてきてっていう感じで。じゃあもうリードお願いします。そうです。つまりハードルは結構上かも。結構上かも。そこはね、もう那覇観光アンバサダーとして恥をかかずにちょっと予習しないとあれですよね。頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。ね、もう観光アンバサダーのね任務の後半に入っちゃうんで、今もいろいろ分かってないとダメなので、2人はね気を引き締めて頑張りましょう。でもということですよね。こういうねノアちゃん含めて、2026年も素敵なゲストを呼んだり、素敵な場所を回ったり、またもう新年早々、那覇の隠れた魅力をたくさん発見できるということなので楽しみですね。とっても楽しみです。じゃあここで僕謎解きを出します。はいはい。マリーのお母さんに4名娘がいる。Monday、Tuesday、Wednesday、4人目のお名前は何でしょサタデーじゃないの？う。なんでいきなりサタデーに飛んだの？マンデー、Tuesday、ウェンズデー、Wednesday。Tuesday ではなく、これだと謎解きにならないか。皆さんわかりました？難しい。マリーのお母さんに4名の娘ですよ。マリーのお母さん。マリー。
じゃあ正解言いますよ。教えて。Monday、Tuesday、Wednesday、そしてマリー。だってマリーのお母さんだもん。4名娘がいるんだよ。マリーも娘ってことでしょ。まあ来月ね、もうちょっと頑張ってもらいましょうね、謎解きを。難しい、やばい。頑張りましょう。さあ、2026年もプチオキのアウトラベラー元気いっぱいお送りしますので、皆様来年も応援をよろしくお願いします。お願いしまそれでは See you soon。 今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。